皆さんこんにちは、みさとです。ここは九州は福岡県福岡市の九大学研都市駅です。今回は朝ドラおむすびの福岡編のロケ地巡りをします。おむすびの福岡編は糸島市と福岡市天神が舞台になります。この駅周辺はロケ地ではないのですが、今回は車を借りてのロケ地巡りで、その車の手配の都合上、九大学研都市駅で降りています。博多から福岡市営地下鉄と筑肥線の電車でこの駅まで約30分。ドラマの舞台の糸島市がある筑前米原駅まで約40分です。予約したタイムズカーシェアリングのステーションで車を借りまして出発です。今回のロケ地巡り、もともとはバスで行く予定でしたが、スケジュール的に欲張って時間の都合上車を借りました。ですがバスでも朝早くから動けば糸島エリアだけなら十分回れる予定でした。15分ほど走って左折して細い道を少し登って行きます。バスで回れると言いましたが、バス停から先はどのロケ地もそれなりに歩きが必要です。ここは少し坂を登ることになります。そして到着したのは本日1カ所目訪問先の高須神社。第3駐車場に車を止めました。ここから階段を少し登っていく必要があります。第1駐車場まで行けばすぐ本殿に出そうですね。上まで上がりました。ここはヒロインユイが翔也に告白をした場所。でも翔也の返事はごめんなさい、交際できませんと斜め上の返事でがっかりした場所。でも甲子園に行ったら必ず米田優衣に告白するとも言ってました。境内にはこんなポスターや掲示がありました。神社の関係者の方に7月に撮影があった。ハゲレンの子たちはこの木の根っこの辺にいた。ドラマを見ていた位置関係と違うけど、映画やドラマは演出や流れを重視するから、実際の立ち位置とは違うことはしばしばですね、と話していました。また、この高須神社は、奥にある本殿が室町時代に地域の豪族の原田氏により造営され、江戸時代の藩主黒田氏の三代目黒田光行により改築されたというかなり古い建築の神社だそうです。ところどころに室町時代の部材が流用され、貴重なことから国の重要文化財に指定されています。手前の拝殿と鳥居、石段は県の有形文化財に指定されています。この鳥居は4代目藩主黒田綱政が建立。鳥居に綱政の名が記されています。この鳥居の石はおむすびでもおなじみの糸島市の山の茅山から切り出されており、日光東照宮の鳥居の石もこの茅山から切り出して運んだそうです。この他にもドラマの収録に関してのエピソードなどを神社の関係者の方からお話を伺いました。いろんな話を本当にありがとうございました。この次は米田家の畑へ。ここからはつくし富士とも呼ばれる茅山の美しい山陽が見えます。この付近で佳代さん、正人さん、愛子さん、ゆいが畑仕事をされていました。ゆいの通学路などもこの辺りですね。米田家の家もありましたが、この動画での公開は控えておきます。そして次は糸島市の中心部へ。糸島よかとこ商店街です。英吉さんが規格外の野菜を売っていた場所がこちら。たぬきの置物のお隣のお店との間のシャッターの前あたりで売っていたでしょうか。この付近のお店にはおむすびの番組ポスターがあちこちで見受けられました。ここから少し歩くと筑前米原駅があります。駅前には糸島市観光協会があります。ここでレンタサイクルなどが借りられます。福岡名物の麺べいの糸島バージョン、糸島かき麺べいも売っていました。糸島のみで買えるそうです。ちなみにかきは糸島の特産品の一つです。
そろそろお昼時なので、駅と糸島ゆかとこ商店街の間にある角屋食堂に入りました。ここでもドラマの撮影があり、糸島フェスティバルの打ち合わせで、英吉さんがこの席に座っていたとお店の方から伺いました。すごい、上様がここに座っていたとは。お昼ご飯は角屋ランチをいただきました。全部入りという感じのボリュームたっぷりのランチ。今日は車移動の一日ですが、朝早くから夜遅くまでの活動なので、体力をつけようとがっつりいただきました。美味しかったです。次に向かったのが野北漁港。筑前前原駅から 9.3km ほど、車で20分ほどかかりました。ここは第1話で男の子が落とした帽子を拾うためにユイが、うちは朝ドラヒロインかとぼやいた場所。悲しむ男の子にトマトを食べりとあげたり、あげれんに初めて会ったり、ゆいの好きだよワーカーの告白シーンもここですね。陽太くんとエミちゃんの釣りのデートシーンもこの漁港です。切なくてキュンキュンしたシーンでした。ちなみにここは釣りの方が多く来られていて、駐車場に車が多く結構な人で賑わっていました。その次は糸島フェスティバルが開催される場所へ。野北漁港から 7.7km、車で13分ほどでした。ここはケア海水浴場というところで幅広い砂浜がありました。ゆるくカーブした砂浜の風景はなんか良いですね。すぐ横に無料の駐車場がありました。次は JR 筑肥線の壱岐山駅。ゆいが通学時や福岡天神へ行くときに乗り降りしていた駅です。米田家が神戸に出発するときにもここで見送られていました。ハギャレンメンバーに待ち伏せされたり、マサトさんが迎えに来てくれたりといろんなシーンを思い出します。糸島ロケの最後に筑肥線沿いにゆいが自転車で走るロケ地。周囲が開けて直線のこのロケーションは絵になりますね。ここで訂正です。実際にユイが自転車で走っていたのはこの線路の向こう側です。線路の鉄柱が邪魔なので私が撮影した側かなと思い込んでいましたが、この位置だと太陽との位置関係で電車に影ができるので、線路の向こう側で撮影したのかなと推測します。この後、車をお借りした場所まで戻り、九大学研都市駅から筑肥線に乗ります。天神駅で降りまして、着いたのがここです。ここは説明がいりませんね。壱岐山駅からここまで約1時間かかりますよ。電車賃も片道680円かかります。ギャルの掟とはいえ、駆けつけるのは大変です。この近くには鮎が見守るような感じで看板がありました。次に天神中央公園へパラパラの練習をしていたところです。芝生の緑が鮮やかですね。撮影した時はクリスマスの飾り付けがされていて、夜になるとイルミネーションが綺麗でしょうね。その次は風見先輩と待ち合わせの場所、福博出会い橋です。赤と白の傘があるので分かりやすいです。そのすぐ近くにハギャレンメンバーのスズリンが倒れた場所、福博出会い橋の欄干の端のところです。続いて中洲清流公園です。ハギャレンメンバーとユイがこの辺りで赤外線通信をしていたと思います。その近くで倒れたスズリンにユイがおむすび食べりと渡していたのがこの辺。ちなみにこの近くは中洲の屋台が出ているところで、私が通った夕方は屋台を出す準備をされていました。暗くなりかけていたので撮影はしなかったのですけどね。そんな感じで私のおむすびの糸島天神のロケ地巡りを終えました。広範囲にあるので今回は車を利用しましたが、実際に車で回っておられた方やバイクで駅を見に来られた方もいらっしゃいました。
ドラマの方は11月後半から神戸編になりましたが、今後の展開も楽しみですね。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。